おはようございます。桜井です。昨日もお伝えしましたが、長年続いていたリップルと SEC の法廷闘争がついに終わりを迎えるかもしれないというニュースが入ってきています。これは XRP に投資をしている人にとって大きな転機になる可能性があります。そして同時コインも絶好調です。過去24時間で最大 6.5% 上昇し、0.18 ドルの壁を突破しました。チャート上でも強気なサインが複数見られ、次のターゲット価格に注目が集まっています。この動画では XRP と同時コインの最新ニュースを中心に暗号資産市場の今を分かりやすく、そして少しだけ深く掘り下げてお届けをしていきたいと思います。最後まで見ることで今後の投資判断に役立つ情報がきっと見つかると思います。それではまず XRP の話題から見ていきましょう。はい。ではまず取り上げたいのが XRP に関する大きなニュースです。2025年6月29日、リップル社の CEO ブラッド・ガーリングハウスさんがアメリカ証券取引委員会、いわゆる SEC に対するクロス控訴を取り下げると発表しました。これは2020年から続いていた長期にわたる法廷闘争がようやく終わりに近づいているということを意味しています。さらに SEC 側も控訴を取り下げる見込みであると報じられており、これによって法的な対立が事実上終結する可能性が高まっています。この発表が出たのは、米連邦地裁が XRP の機関投資家向けに販売に関する恒久的差し止め命令の解除や罰金減額といった和解策をリップルと SEC の両方に対して却下した直後のタイミングでした。ガーリングハウスさんはこの章を終わらせ、インターネット・オブ・バリューの創造に注力するとコメントしていて、リップル社が次のステージへ進む姿勢を明確にしています。価格面でも反応があり、XRP は6月28日時点で 2.02% 上昇し、2.1865 ドルで取引を終えたと報じられております。ただし、取引量は 54% も減少していて、市場は一時的な様子見ムードに入っていることも見て取れます。テクニカルな面を見ると、XRP は50日 EMA を下回りながらも200日 EMA を上回って推移していて、中長期的には強気の傾向が残っている状況です。さらに注目したいのは、チャート上にカップ with ハンドルという強気パターンが出現しているという点です。これは上昇トレンドへの転換を示すサインとされていて、今後の動きに大きな期待がかかります。また、大口投資家、いわゆるクジラによる XRP の買い増しも観測されていて、長期的な資金流入が続いていることも見逃すことができません。そしてもし SEC が正式に控訴を取り下げれば XRP の現物 ETF、いわゆるスポット ETF の承認に向けた道が開かれるという見方も広がっています。こうした一連の動きが XRP の将来性にどう影響するのか、次は急騰が話題になっている同時コインのニュースを見ていきたいと思います。はい、では次から同時コインの話題ですけれども、同時コインは過去24時間で最大 6.5% も上昇し、0.18 ドル台後半まで急進しました。6月29日時点での高値は 0.1818 ドル、安値は 0.1688 ドル、現在は 0.18086 ドル付近で取引されていると報じられています。取引所によっては 0.1637 ドルで前日比 1.69% の上昇というデータもあり、やや価格差はあるものの、全体としては強い上昇トレンドにあることがわかります。特に注目すべきは、同時コインがこれまでのレジスタンスラインであった 0.18 ドルを明確に突破したという点です。テクニカル分析上、次のターゲットとしての 0.22 ドル、さらには 0.25 ドルが意識されていて、今後の動きに注目が集まっています。さらに一部のアナリストはチャート上にダブルボトムパターンが出現しているとも指摘しています。このパターンはネックラインである 0.26 ドルを上抜けると 0.47 ドルあたりまで上昇が理論的に見込まれるとされています。短期的にも強気の動きが継続中で、1時間足では 0.1795 ドル以上の終値を維持できれば、さらなる急騰の可能性があると分析されています。一方で上昇に失敗した場合には 0.145 ドルまでの調整リスクもあると見られています。こうした背景には大口投資家、いわゆるクジラによる買い増しもあるようです。過去1週間で1億同時以上が買い集められたという報告があり、投資家心理の強気転換を象徴する動きとなっております。
また市場全体のセンチメントもグリード強欲寄りとなっていて、短期的な価格上昇の勢いが一段と強まっていることが伺えます。同時コインはミームコインというカテゴリーにありながらも、今や大口投資家の戦略的な資産として注目されていることがわかるのではないでしょうか。はい。では、ここまで XRP と同時コインの注目ニュースをお伝えしてきましたが、市場全体のトレンドにも少し目を向けていきましょう。2025年6月29日時点で仮想通貨市場全体の時価総額は 3.3 兆ドルから 3.31 兆ドルへと 0.26% 増加しています。取引高も同じく 0.26% 増加し、現在は1326億ドル規模となっております。値動きとしては全体にまちまちで、方向感に欠ける展開となりました。ビットコインは 0.02% 下落して10万7284.42ドル、イーサリアムは 0.1% 上昇し 2429.17 ドルと小幅な変動にとどまっております。一方でアルトコインの中でソラナが 4.26% 上昇して 149.67 ドルを記録し注目を集めています。アバランチも 1.63% の上昇とレイヤー1系の一部銘柄が堅調に推移しています。個別銘柄ではライブピアが 19.36% の大幅上昇を見せていて、投資家の関心が集まっています。さらに NFT プロジェクトであるパジーペンギンズも 15.71% の上昇となっていて、 NFT 分野にも再び熱が戻りつつあるようです。その一方でデクセは 5.11% の下落、アプトスや P といった銘柄にも調整の動きが見られました。また規制やインフラ整備に関する動きもありました。インド政府は6月中に仮想通貨規制に関するディスカッションペーパーを発表予定とされていて、 IMF や FSB の国際基準を反映した内容になる見込みです。さらにヨーロッパではオランダのビットバボがミカのライセンスを取得し、 EU 上内での仮想通貨事業の拡大に動いています。アメリカではコインベースがアメリカ国内向けにバーチャル型先物の提供を開始することも発表しています。機関投資家のビットコイン積み立てやステーブルコインによる決済の普及も話題になっています。そして面白い話題としては、オープン AI がテキサス州にあるデータセンターの拡張を目的に116億ドルの資金を調達したというニュースもありました。これは直接的に仮想通貨ではないものの AI とブロックチェーンインフラの融合という文脈で注目されています。このように価格だけではなく規制やインフラ、そして新技術との連携といった視点からも市場全体の成長を捉えることが重要じゃないかなと思います。では最後に今日の内容を簡単に振り返っていきましょう。今日は XRP と同時コインという注目銘柄の動きから市場全体のトレンド、そして各国の規制やテクノロジーの話題まで幅広くお伝えしました。まずリップル社が SEC へのクロスコースを取り下げると発表し、 SEC 側もコースを取り下げる見込みとなったことで、長年の法廷競争がついに終わるかもしれないという大きな動きがありました。そして同時コインは 0.18 ドルを明確に突破し、テクニカル的にも強気なパターンが見られるなど短期的な上昇トレンドが続いています。クジラの買い増しや市場心理も強気寄りで、しばらくは目が離せません。市場全体ではソラナや NFT 関連銘柄が活況で、規制面でもインドやヨーロッパでの整備が進行中、アメリカでは新たな先物サービスや AI との連携といったインフラ面の動きも見られました。このように暗号資産市場は価格だけではなく規制、テクノロジー、投資家心理など様々な要素が絡み合って動いています。情報を正しく捉えて冷静に判断していくことがこれ以上に重要になってきます。さてここで質問です。皆さんは XRP の控訴の終結と同時コインの急騰について今後どう動くと予想されますか？よかったらぜひコメント欄で意見を聞かせていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後にお知らせがあります。今おすすめの取引所でビットレード X があります。先日何本か説明動画をアップしています。まだご覧になられていない方はぜひご覧になってみてください。人間はどうしても主観が入ってしまいますが AI にはそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っています。僕自身もすでに始めていて順調に進んでおります。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたらビットレード X の公式登録リンクを送りますので LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格
変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断するということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。